デデベートへようこそ。本日はですね、2つの、大きな謎に直面していると言えるかもしれません。一つは、COVID-19 のワクチン接種後にですね、原因がはっきりしない深刻な体調不良、いわゆるワクチン後症候群に苦しむ人々がいるという現実。そしてもう一つは、パンデミックの最中に一部の国で観察された説明のつかない超過死亡です。これらは果たして無関係なのか、それとも分子レベルの証拠が示すように、一つの線でつながっているのか。提供された資料に基づいてこの問題を深く掘り下げていきたいと思います。私はワクチン由来の成分が体内に想定外に奈落残留するという証拠がこれらの現象の間に生物学的な関連性がある可能性を強く示唆しているという立場で論じます。私は報告されている症状の深刻さ、これはもちろん認めた上で、現在の証拠の多くは、観察研究や個別の事例報告にとどまっていると。ですから、ワクチンとの直接的な因果関係を結論付けるには、科学的な確実性がまだ不十分であるという立場で議論に参加します。ではまず私が注目している点からお話しします。それはですね、症状が始まったタイミングのなんというか異様なまでの近さです。イェール大学が主導したリスンスタディという241名を対象とした研究があるんですけれども、参加者が深刻な体調不良を自覚し始めたのはワクチン接種から中央値でわずか3日後なんですね。運動が全くできなくなるほどの疲労感であるとか神経の痛み、思考がまとまらないといった症状がこれほど一斉に接種直後に始まっている、この事実は私は非常に重いと考えています。そしてこの時間的な近さを裏付けるかのように生物学的なメカニズムを示唆する証拠も次々と見つかっているわけです。当初ワクチンで作られたスパイクタンパク質は数日で体内から消えると説明されていました。でも複数の研究がその常識を裏しています。ある症例報告では最後の接種から3年以上経っても皮膚組織や血中からワクチン由来のスパイクタンパク質や mRNA が検出されたと。これは異物である抗原が体内に長期間存在し続けて慢性的な炎症ですとか免疫系の異常を引き起こしている可能性を示唆する極めて重要な発見だと考えています。その時間的な近さというのは確かに気にはなります。ただそれだけで因果関係を語るには少し飛躍があるようにも思うんです。ご指摘のリスンスタディですが、これは研究者自身がその限界を論文ではっきりと認めているんですね。この研究では因果関係を特定したり発生率を推定したりすることができないと。これは研究に参加した方々が、ソーシャルメディアなどを通じて集まった自己申告に基づいているからなんです。つまりワクチンが原因で体調を崩したと強く感じている人々が結果として多く集まってしまった可能性がある。これを科学の世界では選択バイアスと呼びまして、結果の解釈を非常に難しくするわけです。ドイツの超過死亡のデータも、同じことが言えると思います。ワクチン接種の時期と死亡者数の増加が重なっているという時間的な相関関係は見て取れますが、相関は必ずしも因果を意味しませんから。個別の症例報告も非常に貴重です。ですが、それを何億人もが接種した集団全体に当てはめて、ワクチンが広範な問題の直接原因だと断定するのは、科学的なプロセスとしてはあまりに拙速ではないでしょうか。そのバイアスの可能性は、理解します。しかし、それでも分子レベルで見つかっている証拠の具体性というのは、もはや単なる偶然とか、バイアスでは片付けられないレベルに達していると私は思います。先ほど少し触れた55歳の男性の症例は、その衝撃を物語っています。最後の接種から1364日後、つまり3年半以上経った後の皮膚生検で、血管の細胞だけではなく、神経の繊維からもスパイクタンパク質が見つかっているんです。しかもこの方は何度も検査を受けていますが、一度も実際のコロナウイルス感染を示すヌクレオカプシド抗体が陽性になったことがない。なるほど。そのヌクレオカプシド抗体というのを少し説明していただけますか？はい。ワクチンというのは、ウイルスのトゲであるスパイクタンパク質の設計図だけを体に入れますよね。一方で、自然感染すると、スパイクだけでなく、ウイルスの殻にあたるヌクレオカプシドなど、他の部品に対する抗体も作られるわけです。ですから、ヌクレオカプシド抗体が陰性だということは、検出されたスパイクタンパク質が自然感染由来である可能性は極めて低く、ワクチン由来であると強く推定できるわけです。さらに驚くべきことに、接種から1284日後に採取された血液からは、エクソソームの中からワクチン由来の mRNA が見つかっています。エクソソームですか？これは細胞同士が情報をやり取りするために放出する、いわばメッセージカプセルのようなものですね。そのカプセルに乗ってワクチンの設計図である mRNA が3年以上も体内を循環していた可能性があると。これはワクチン成分は数日で分解されるという当初の常識を根底から崩すパラダイムシフトともいえる発見です。
もし体内に異物がこれほど長く残り続けるとしたら、それが慢性的な症状を引き起こすという説明は極めて説得力を持つと思うんです。それは非常に興味深いデータですが、やはり一個個人の症例報告であるという事実は変わりませんよね。何億回と接種された中で、これは極めて稀な得意なケースである可能性はないのでしょうか。バッタチャージという研究者がワクチン後症候群の患者42名を対象に行った研究でも、血液中からスパイクタンパク質が検出されたのはあくまで患者群の一部であって全員ではなかった。また、仮にスパイクタンパク質が一部の人で持続していたとしても、それが必ずしも症状の原因であるとは断定できない。もしかしたら何らかの別の要因によって引き起こされた症状のその結果としてスパイクタンパク質の分解が遅れているだけかもしれない。つまり症状の原因ではなく単なるバイオマーカーである可能性もこれは否定できないわけです。その持続がどのようにして倦怠感や思考力の低下といった多様な症状を引き起こすのか、その具体的な病気のメカニズムの連鎖が証明されない限り、因果関係があると結論付けるのは難しいと思います。それは重要なご指摘です。ですが、未知の病態を解明するプロセスというのは、まさにそうした個別の症例や小規模な研究の積み重ねから始まるものです。あなたが指摘するリスンスタディの限界、選択バイアスの可能性も承知の上で、それでもなお、あの研究が示す事実の重みから目を背けるべきではないと思うんです。241人という決して少なくない集団が一貫して深刻な症状を訴えている。彼らの生活の質 QOL スコアの中央値は100点満点中わずか50点です。これは健常者がほぼ100点であることを考えると、いかに生活が破壊されているかがわかります。そして症状が最もひどい日の苦痛レベルは中央値で80点。100点が耐え難いレベルと定義されている中での80点です。その状態が中央値で595日間、つまり1年半以上も続いている。この数字の裏にある一人一人の苦しみを単なるバイアスが可能性があるという一言で片付けてしまって良いのでしょうか。いえ、苦しんでいる方がいるという事実を軽視するつもりは全くありません。問題はその苦しみの原因を科学的に冷静に特定することです。その点でリスンスタディのデザインにはやはり大きな課題がある。例えば参加者の 80% が女性、87% が白人でした。これはアメリカの人口構成とは大きく異なりますよね。また症状の原因がワクチンなのか、あるいはパンデミック下でのロックダウンによる極度のストレスや生活習慣の変化なのか、この研究デザインではそれを区別することが原理的に不可能です。その点についてはいかがお考えですか？それらを完全に切り分けるのが難しいのはおっしゃる通り事実です。しかし、だからこそ別の角度からの証拠、つまり集団レベルのデータが重要になってくる。そこで注目したいのがドイツの超過死亡のデータなんです。この研究はパンデミック前のデータから予測される死亡者数と実際の死亡者数を比較したものです。2020年パンデミック初年の超過死亡は約4000人で、これはほぼ予測の範囲内でした。ところがワクチン接種が大規模に始まった2021年には約3万4000人、2022年には約6万6000人と超過死亡が急増しているんです。その数字だけ見ると確かに衝撃的ですね。はい。そして特に憂慮すべきなのは、その増加が主に15歳から79歳という比較的若い、あるいは中年の年齢層で顕著に見られたことです。しかもその増加は2021年の春、つまり多くの国民がワクチン接種を受け始めた時期に突然始まり、その後も持続している。これは単なる偶然として片付けるにはあまりにも強い時間的な符号です。さらに同じ時期2021年には死産の数も前年に比べて 9% から 19% 増加するという同様の不穏なパターンが報告されています。個人の体験、分子レベルの証拠、そして集団レベルの統計データが同じ方向を示しているように思えてなりません。その相関関係の強さは認めます。しかしここで科学の基本原則に立ち返る必要があります。相関は因果を意味しないという原則です。有名な例え話がありますよね。夏になるとアイスクリームの売り上げが増える。そして毒死事故の件数も増える。この2つには非常に強い相関関係がありますが、だからといってアイスクリームが毒死を引き起こすと結論付ける人はいません。実際には気温の上昇という共通の原因がアイスの売り上げと、川や海へ行く人の両方を増やしているわけです。なるほど。この超過死亡のデータも同じように考える必要があります。ワクチン接種と超過死亡の増加の間にはパンデミックという巨大で複雑な共通要因が隠れている可能性を排除できないんです。例えばロックダウンによる社会経済的なストレス、医療機関の逼迫によるがんや心臓病の発見治療の遅れ、あるいは公式には記録されていない軽症無症状の COVID-19 感染が後から心血管系に長期的なダメージを与えていた可能性など、死亡率を押し上げる可能性のある混楽因子
肢は無数に考えられます。ドイツの研究論文の著者自身もワクチンが原因だとは断定せずに、2021年の春に何かが起こったに違いないと非常に慎重な表現にとどめています。ワクチン以外の全ての可能性を検証し排除しない限り、この超過死亡をワクチンのせいだと結論付けるのは論理の飛躍と言わざるを得ません。しかし、その他の要因でなぜ2020年には見られなかった急激な死亡者数の増加が2021年の春という特定の時期に特定の年齢層で突然始まったのかを説明するのはかなり難しいのではないでしょうか。パンデミックのストレスや医療逼迫は2020年からすでに存在していました。むしろ2021年以降、社会は徐々にウイルスとの共存に適応し始めていたはずです。その中でこれだけの規模の超過死亡が新たに発生したという事実は、やはり何か新しい強力な要因が加わったと考えるのが自然だと思うんですが。それは一理あります。ただ、ウイルスの変異という要素も考慮に入れるべきです。2021年以降に流行したデルタ株やオミクロン株は、初期のウイルスとは病原性や感染力が異なりました。それらの影響が、記録上は COVID-19 死とされなかった死亡の中に隠れて影響を及ぼしていた可能性も考えられます。結局のところ、これは非常に複雑なパズルであって、一つのピースだけを見て全体像を判断するのは危険です。個別の症例報告、観察研究、生態学的研究、つまり人口レベルの研究ですね。これらはいずれも仮説を立てるための重要な手がかりにはなりますが、それ自体が証明になるわけではない。因果関係を証明するには、やはりワクチンを接種した群としていない群を長期間にわたって前向きに追跡するような、より質の高い研究デザインが必要です。では、私の立場をまとめます。集団レベルでの最終的な結論、つまり証明がまだなされていないことは認めます。しかし、複数の独立した研究からワクチン由来の成分が想定外に長期間体内に残留するという具体的かつ詳細な分子レベルの証拠が示されています。これは一部の個人においてなぜ慢性的な疾患が引き起こされるのかについて説得力のある生物学的な仮説を提示するものです。これはパンデミックという未存有の危機においてワクチンが全体として多くの命を救ったという利益を否定するものでは決してありません。しかし同時に、これまで十分に光が当てられてこなかった深刻な状態に苦しみ人々が現実に存在することを真摯に受け止め、その原因とメカニズムを解明する責任が我々にはあると、そう訴えたいのです。私もまとめます。個々の患者さんが経験している苦痛は紛れもない現実であり、その原因を究明するためにさらなる研究が不可欠であるという点には完全に同意します。しかし、科学者としての立場からは、現在の証拠、特に観察研究や症例報告が持つ限界を強調せざるを得ません。これらの証拠は因果関係を示唆するかもしれませんが、証明するには不十分です。より厳密な対象研究、そして長期にわたる追跡調査の結果を待たずに、これらの複雑な慢性症状や死亡率の傾向をワクチンに直接結びつけてしまうことは、科学的に時期尚早であり、社会に不必要な不安や混乱を生む危険性もはらんでいます。私たちは希望的観測や感情ではなく、あくまで客観的なデータに基づいて、一歩一歩慎重に真実に近づいていくべきだと考えます。本日の議論を通じて、両者の視点の違いは明確になったかと思います。ただ、報告されている症状に苦しむ人々が存在し、彼らの苦しみは本物であるという事実。それが我々双方にとっての、議論の出発点であることは間違いありません。その通りです。そしてその原因がワクチンであれ、あるいは他の未知の要因であれ、病態を解明し、正確な発生率を把握し、そして有効な治療法を開発するためのさらなる質の高い科学的調査が急務であるという点では完全に意見が一致します。本日取り上げた資料は我々に確定的な答えを与えるというよりは、むしろ私たちが今後探求すべき多くの重要な問いを提示している、そう言えるでしょう。